今回も広末昇チャンネルご覧いただきましてありがとうございます。今回はヤクザがですね、どのようにして現在のヤクザになっていったか、その背景をですね、お話ししたいと思います。ですね、というのも昔のヤクザと今のヤクザでは、随分と世間の眼差し違います。正直全く別物になってしまったわけですね。で、過去の動画で、昔のヤクザっていうのは、庶民との距離が近かったですよというお話をしたと思うんです。ところが、バブル経済以降、1990年代、前半以降ですね、92年に暴対法できましたし、その後、2000年以降ですね、暴廃条例もできました。そういうことでだんだんヤクザと庶民の間の垣根ができていってしまったわけです。しかしですね、そうは言っても、昔も今もヤクザが変わったかと。ヤクザは変わってないんですね。変わったのは社会、庶民の眼差しが変わってしまっただけで、実は本質は変わってないんですね。そして、資金源の多く、だから何で彼らは、お金を得ているのか。いわゆる経済活動ですね。これは用心棒代、管理売春、そして賭博、あるいは薬物の売買。そういうことで、資金を得ているわけなんです。じゃあ、いつからですね、ヤクザが私たちがイメージしているヤクザになっていたかっていうのはですね、大きな転換点というのは第二次世界大戦にあるわけですね。もともとヤクザというのはですね、博打打ち、すなわち、バクトであったり、都政人と呼ばれる人たちだったんですね。もともとヤクザっていうのは、妊婦出しって言われてますけれども、今で言えば派遣業、いわゆる工事現場とかですね、不審事業にですね、人を紹介する、人間を出す、そういう仕事をしていた。だから当時からですね、仕事がない、飯が食えないとなるとですね、ヤクザのところに行けば、3食ありつけましたしですね、仕事にもありつけた。そういうことでですね、ヤクザと庶民というのは非常に垣根がですね、低かったわけなんですね。大体ヤクザっていうのはですね、戦前とか言いますと、どちらかというとですね、ヨーロッパでいうギルドみたいな性格があったんですね。つまり、同業種組合ですね。炭鉱に行くとですね、炭鉱労働の同業種組合。で、石炭を運ぶ運送の方の同業種組合。あるいは沖中って言いましてね、石炭を沖に止まっている船に積み込む、沖中種組合。そういったですね、同業種組合の中に任教の気風っていうのがですね、感じられて。それがヤクザのような感じだったわけですね。だから、その境があるのかっていうと、庶民とヤクザの境っていうのはですね、非常に見えにくいものだったわけなんです。ただですね、そういうふうな今ギルドって申しましたけれども、同業種の中の仕事っていうのは、かなり肉体労働が多いですよね。炭鉱にしてもそうですし、運送にしてもそうです。沖中にしてもそうですね。どうしても、バイオレンスな人たち。これは特に福岡で言うとですね、八幡製鉄所ができる前後っていうのは、全国からですね、労働者が集まってきた。これ、アメリカで言えば、渡り労働者みたいなものなんですけどね。あんまりそういう人たちっていうのは、紳士的ではないですよね。どちらかというと、もう腕力を頼りにしているような人たちですから、喧嘩とかもしょっちゅうあるわけですし、お店に対しても乱暴労働力を働く。やからもったわけですね。これをね、福岡では特に炭鉱に関しては炭鉱太郎って言ってたんですよね。栗からもんもんって言ってね、入れ墨を、出してですね、お店にですね、金を無心するというような人たちがおった。でそういう人たちを、取り締まるためにはですね、やっぱりヤクザの親分っていうのは、そんだけの統率力がないといけないし、実際力もないと統制できないわけですね。ですから、ヤクザの親分というのは、町の顔役とかをですね、お願いされるというような、ことが多かったわけです。そして、第二次世界大戦が始まったわけですね。当然、数年後、日本は負けまして、敗戦国になってしまうわけですね。さて、そうしたら日本は
どうなったか。連合国に占領されるわけです。まあ当時、戦後の日本を悩ましたもの。それはですね、やはり不良外国人による乱暴狼藉だったんですね。不良外国人と言いますとですね、何かと言いますと、もちろん、連合国の、駐在している外国人の兵士の中にはですね、不良軍人もいました。それよりもですね、やはりいわゆるアジア系の戦勝国民ですね。でこの人たちが特に鬱憤が溜まってたんでしょうかね。激しく暴れておったわけです。なぜかというと、やはり彼らはですね、戦前戦中とですね、日本社会では抑圧されていましたから、まあその反動が出たのかもしれない。だから彼らとしてはですね、警察に逮捕されてですね、収監されている人間を、いわゆる仲間をですね、救いに警察署を襲うというような事態まで起こったわけなんですよ。当時、日本の警察官というのはですね、連合国によって武装解除されてました。だから拳銃も持ってないわけですよね。しかし、不良外国人は拳銃を持ってるわけです。対抗できないんですね。武力では対抗できない。非常に困ったわけなんです。で、もちろん、連合国の MP もいましたけれどもね、まあ、彼らからしたら、アジア人同士の、そういったいさかいとかですね、問題っていうのは、あんまり関係ないんですよね。守ってくれなかった。っていうのが、戦後の日本の現実なんです。だから、日本社会っていうのは、もう秩序が、そこが崩壊してたわけですね。じゃあ、どうするか。そこで、町の治安維持のために立ち上がったのがですね、日本のヤクザだったわけなんです。ヤクザっていう人たちはですね、自警団を結成してですね、そういった不良外国人に立ち向かっていきました。日本で、まあ最も大きな山口組をですね、神戸でそういった自警団を結成してですね、不良外国人の鎮圧に乗り出したわけです。同じことが東京の渋谷でもありました。渋谷警察署を襲撃したですね、戦勝国民に対しまして、日本のヤクザがですね、警察と共同して、当時落合一家、そして万年統一と言われたですね、このグレン隊のボスらがですね、戦勝国民のそういった不良分子をですね、撃退するというような事件もあったと、事実があります。まあ当時はですね、警察もヤクザと一緒にですね、結託しまして、不良外国人から日本の国民を守ろうというような動きがあったわけなんですね。まあ、こういうことからですね、当時のヤクザっていうのは国民からもヒーローとして慕われていたわけなんですね。さて、その戦後にですね、登場したのが闇市なんです。当時はですね、衣食住、これ非常に困っております。当然ですよね、戦後ですから。その時に食料とかですね、生活用品っていうのは、これ配給制でですね、非常に国に統制されてたんです。しかし、足りないわけですよね。ですから、そういった庶民のニーズに応えるためにですね、闇市というのが登場します。で、その闇市で活躍したのが、またヤクザだったわけですね。この闇市というのは、基本的には違法です。決して合法的にやってるわけじゃないんですよね。まあ、そこに目をつけた、悪いヤクザとかですね。あるいは戦勝国民の、輩というような人たちがですね、ただお金をむしりに来るわけですよね。嫌がらせもしております。そしたら、その闇市の人たちはですね、自分たちの身を守らないといけないわけですよね。そのために、ヤクザを雇って、いわゆる用心棒として雇うというようなこともですね、起きてくるわけです。この時代のヤクザというとですね、2種類いたと言えるかなと思いますね。一つは、昔ながらの、ヤクザっていうのは、パクトですね。そうした人たち。あと戦後にですね、勃興してきたですね、グレン隊と言われるヤクザがいたんですね。で、これに加えてですよ、戦勝国民の輩の集団がいますから、この三つどもえでですね、本当に争いが起こったんです。で、このヤクザがですね、活躍をしたのはですね、
何もその闇市ばかりではなかったわけですね。日本っていうのは戦争に負けましたから、もう一面焼け野原ですよ。そうしたら復興しないといけません。何が必要なのか。ビルを建てて、道を整備する。ね、土木事業、建築事業っていうのがすごく必要になります。先ほど言いましたようにですね、それはもう戦前からヤクザがやっていた仕事なんですよね。つまり何か。労働力の供給ですよ。人をそこに派遣して、そういった土木や建築に当たらせるということなんですね。日本が復興しているときはですね、もうあちこちでそういった工事してるわけですから、そこに人を派遣することによって、ヤクザもすごく儲かったわけなんですね。また復興に伴って、今まで闇市だった非合法なマーケットが、今度はその商店街になっていくわけですよね。そうすると、ヤクザの人たちはそこをですね、今度は自分たちの縄張りとして管理をするという動きが出てきました。で、さらに、日本がだんだん復興してくるとですね、いろんな悪地、すなわち、娯楽施設でありますパチンコ、競艇、競馬、それから競輪、そういったものがですね、ギャンブルとして、出てきました。でまたボクシング、あるいはプロレス、そしてコンサート、いわゆるこの興行というものにもですね、ヤクザはですね、食い込んでいったわけなんですね。このようにですね、戦後はですね、二つのことが日本の国民をですね、守ったんですね。一つは何か、闇市です。物資がないですから、闇市で買った。そしてもう一つはですね、やはり、暴力なんですよね。結局戦勝国民の暴力に対して、ヤクザの暴力で対抗したということなんです。こうしてですね、ヤクザっていうのはですね、庶民に溶け込みながらですね、そこで力を蓄えていったわけなんです。戦争が終わって約10年後ぐらい、1955年ぐらいからですね、日本は高度経済成長期を迎えたわけですね。特に、朝鮮戦争、これがありまして、日本には特需をもたらしたわけです。日本の企業っていうのは、米軍の物資調達、あるいは基地運営、これによってですね、すごく儲かったんです。ここで、やはりヤクザも利を得ましてですね、勢いをつけていきます。1963年ぐらいになりますとですね、日本全国でだいたい5200団体ぐらい、そしてその時の構成員が約18万人と言われています。この狭い日本にですね、それだけの組織があるとですね、どうしても、利権、そして縄張りの争い、これ生じても仕方がないわけですね。で、最初のですね、衝突、そういった争いですね。それは、地域の限定的な争いだったわけです。しかし、このぐらいからですね、ヤクザもだんだんと攻撃化していく。特に山口組がですね、顕著ですけれども、大きくなっていったんですね。つまり小さい組織を吸収して大きくなっていくのが、だいたいこの時代ぐらいから始まったわけです。この1960年代前半からですね、暴力団の攻撃化、ヤクザの攻撃化によってですね、抗争とかも生じてくるわけです。そしたら、いわゆる一般のですね、庶民もですね、その抗争に巻き込まれるというような事態がですね、生じてきたんですね。さて、この頃から警察もですね、暴力団の壊滅を目指してですね、第一次頂上作戦を敢行するようになったんです。ちょうどだからこの時代ぐらいからヤクザは暴力団というふうに呼ばれるようになりました。この第一次頂上作戦によって多くのヤクザが逮捕されたということになります。そこで今まで乱立していた組織、これがですね、淘汰されていくんですね。だから
1970年ぐらいになるとですね、生き残った組織というのはですね、系列化されて、組織化されていくということになったわけです。でこの1970年から1980年代にかけてですね、いわゆる総会屋と言われる人たちがですね、活躍します。これはヤクザなんですよ。で、総会屋っていうのは2つありましてね、1つは企業が雇う総会屋。つまり、年に1回株主総会が日本の企業では開かれますけれども、そこでも波風立てずに決まった時間で株主総会を終わらせる。だから株主が意見を言うのを阻止するためにですね、会社が雇う。それともう一つ、例えば自分たちの企業に対立する企業があったとする。そしたらそこの総会にヤクザを送り込むんです。そして株主総会を妨害するんですね。そこによってお金を生じる。そういうふうなですね、二つの総会屋がいまして、企業からお金をもらってですね、活躍してたというような時代。これが、1970年から80年にかけてですね、行われた新しい、ヤクザのしのりと言えるわけですね。1982年ですね、商法改正で、この総会を雇った方も、つまり企業側も、ヤクザも罰せられるということで、だんだん、これ先細りになりましたけれども、この1970年代、総会屋が非常にですね、活躍できた年でもあるわけなんですね。このようにしてですね、今私たちがイメージしているヤクザにだんだん近づいてきた。というのが、この戦後から、高度経済成長期、そして1970年代、80年代の時代って言えるわけです。今回はですね、どうやってそのヤクザが今私たちがイメージしているヤクザになったかということについてお話ししましたけれどもですね、次回もうちょっとですね、時代を遡って、近代ヤクザの話をしたいと思っております。今回も、広末のぼるチャンネル、最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございます。